こんにちは、ツインレイルームへようこそ。今日はツインレイのスピリチュアルアウェイクニングというテーマについてお話しします。ツインレイの関係は単なるロマンティックなつながりを超えて深いスピリチュアルな覚醒のプロセスを伴います。この動画ではツインレイのスピリチュアルアウェイクニングの意味、段階、そしてそれに伴う変化について詳しく解説します。それでは始めましょう。スピリチュアルアウェイクニングとは、スピリチュアルアウェイクニング霊的覚醒は、個人が自己の本質や宇宙の真実に目覚めるプロセスを指します。これは、自己認識の深まりや意識の拡大を伴う、非常に個人的で内的な体験です。スピリチュアルアウェイクニングの重要性。スピリチュアルアウェイクニングは、人生の質を大きく向上させる可能性があります。それは、個人が自身の目的や使命を理解し、より深いレベルで生きることを可能にします。突然の直感や洞察が増え、物事の本質が見えてくる。ポイント。覚醒は日常生活の中での気づきや成長を促進するスピリチュアルアウェイクニングの兆候。スピリチュアルアウェイクニングの兆候には意識の変化や感情の揺れ、物事の見方の変化などがあります。これらの兆候を認識することが覚醒のプロセスを理解する第一歩です。瞑想中に強い感情が湧き上がる。日常生活での価値観が変わる。ポイント。これらの兆候に気づき、それを成長の機会として受け入れる。ツインレイのスピリチュアルアウェイクニングの段階。ツインレイのスピリチュアルアウェイクニングにはいくつかの段階があります。これらの段階を理解することで、自分の体験をより深く理解し、受け入れることができます。出会いと引き寄せ。最初の段階は、ツインレイとの出会いと引き寄せです。この段階では、強烈な感情やエネルギーの交流があり、二人の魂が再び結びつくことを感じます。初めて会った瞬間に強いデジャブや運命的な感覚を抱く。ポイント。この出会いがスピリチュアルアウェイクニングの始まりであることを認識する。テストとチャレンジ。次の段階では関係が試され、様々なチャレンジが現れます。この段階での困難は個々の成長と覚醒を促すための重要なステップです。誤解や衝突が頻発し、感情の波が激しくなる。ポイント。困難を乗り越えることで魂の成長が促進される。鏡の反映。ツインレイはお互いの鏡であり、相手の中に自分自身の影を見ます。この段階では相手を通じて自分自身の未解決の問題や課題が浮き彫りになります。相手の言動に対して強い反応を示し、自分の内なる傷を認識する。ポイント。相手を責めるのではなく、自分自身の成長のためにこの反映を利用する。分離と自己成長。分離の段階は多くのツインレイにとって最も辛い時期です。しかし、この期間は自己成長と内省のために不可欠です。分離を通じて自分自身と向き合い、魂の成長を促します。一時的な別れや距離を置くことで自己成長に集中する。ポイント。分離は永遠ではなく、自己成長のための重要な期間であることを理解する。再会と統合。最後の段階は再会と統合です。この段階では二人の魂が完全に統合し、共に新たな使命や目的に向かって歩み出します。再会した時に以前よりも強い絆を感じ、共通のビジョンに向かって動き始める。ポイント。統合の過程で得た学びを生かし、共に成長し続ける。スピリチュアルアウェイクニングの変化と影響。スピリチュアルアウェイクニングは個人の内的な変化だけでなく、外的な生活にも大きな影響を与えます。これらの変化を理解し、受け入れることが重要です。内的変化。内的な変化には意識の拡大や自己認識の深まりがあります。これにより自分自身や周囲の世界をより深く理解することができます。日常の
の中での気づきや洞察が増え、物事の本質が見えるようになる。ポイント。内的な変化を恐れず、受け入れることで成長が促進される。感情の変動。スピリチュアルアウェイクニングの過程では、感情の波が激しくなることがあります。これらの感情は、未解決の問題や課題を浮き彫りにし、解放するためのものです。突然の悲しみや怒りが湧き上がるが、それを通じて癒しが進む。ポイント。感情を抑えずに表現し、解放することが重要。人間関係の変化。スピリチュアルアウェイクニングは人間関係にも影響を与えます。新たな価値観や視点を持つようになることで、既存の関係が変化することがあります。友人や家族との関係が変わり、新たなつながりが生まれる。ポイント。変化を受け入れ、新たな人間関係を築くことで成長が促進される。ツインレイのスピリチュアルアウェイクニングのサポート。ツインレイのスピリチュアルアウェイクニングは、個人にとって非常に挑戦的なプロセスですが、サポートを受けることでスムーズに進めることができます。瞑想とリラクゼーション。瞑想とリラクゼーションは、スピリチュアルアウェイクニングの過程で非常に重要です。瞑想を通じて心を落ち着け、内なる声に耳を傾けることで、覚醒のプロセスが促進されます。毎日の瞑想の習慣を持ち、内的な静寂を感じる。ポイント。リラクゼーションを大切にし、ストレスを軽減する。スピリチュアルガイドの助けを借りる。スピリチュアルガイドの助けを借りることで、覚醒のプロセスがスムーズに進むことがあります。リーディングやカウンセリングを通じて、ガイドのサポートを受けることが重要です。スピリチュアルガイドとのセッションを受け、アドバイスをもらう。ポイント。ガイドの助けを受け入れ、指導を実践する。自己ケアとバランス。スピリチュアルアウェイクニングの過程では、自己ケアとバランスが重要です。健康的なライフスタイルを維持し、バランスの取れた生活を送ることで、覚醒のプロセスが促進されます。健康的な食事。適度な運動、十分な睡眠を心がける。ポイント。自己ケアを怠らず、バランスの取れた生活を維持する。ツインレイのスピリチュアルアウェイクニングのチャレンジと対策。スピリチュアルアウェイクニングには多くのチャレンジが伴います。しかし、これらのチャレンジを乗り越えることで、より深い成長と覚醒が得られます。感情の波を乗り越える。感情の波は、スピリチュアルアウェイクニングの過程で避けられないものです。感情を受け入れ、適切に表現することで、これらの波を乗り越えることができます。感情が高ぶった時に深呼吸や瞑想を行い、冷静さを取り戻す。ポイント。感情を抑えずに適切に表現することが重要。人間関係の再評価。覚醒の過程では、人間関係の再評価が必要になることがあります。既存の関係が変化することを受け入れ、新たなつながりを築くことが大切です。価値観の変化に伴い、友人や家族との関係を再評価する。ポイント。変化を恐れずに、新たなつながりを受け入れる。スピリチュアルガイドとのコミュニケーション。スピリチュアルガイドとのコミュニケーションを通じて、覚醒のプロセスをサポートしてもらうことが重要です。リーディングやカウンセリングを通じて、ガイドのアドバイスを受け入れることが大切です。定期的にスピリチュアルガイドとのセッションを行い、アドバイスを受ける。ポイント。ガイドの助けを積極的に受け入れ、実践する。ツインレイのスピリチュアルアウェイクニングを祝う。最後に、スピリチュアルアウェイクニングの過程を祝うことの重要性についてお話しします。覚醒の過程は非常に個人的であり、困難なものである一方で、非常に祝福されるべきものでもあります。自分自身を祝う。覚醒のプロセスを通じて成長した自分自身を祝うことが重要です。自分の努力と成長を認識し、それを祝うことで、さらなる成長が促進されます。達成した目標や乗り越えたチャレンジを振り返り、
自分を褒める。ポイント。自分自身を祝うことで自己愛と自己信頼が深まる。パートナーと共に祝う。ツインレイのパートナーと共に覚醒のプロセスを祝うことで関係がさらに深まります。お互いの成長を認識し、共に祝うことで絆が強くなります。共に過ごした時間や乗り越えたチャレンジを振り返り、パートナーと祝う。ポイント。共に祝うことで2人の関係がさらに深まる。スピリチュアルコミュニティと共に祝う。スピリチュアルコミュニティと共に覚醒のプロセスを祝うことも重要です。同じ道を歩む仲間と共に祝うことで支え合い、共に成長することができます。スピリチュアルな仲間と共に覚醒のプロセスを祝うイベントを開催する。ポイント。コミュニティと共に祝うことで支え合いの絆が深まる。まとめ。以上がツインレイのスピリチュアルアウェイクニングについての解説でした。スピリチュアルアウェイクニングはツインレイの関係において非常に重要なプロセスです。瞑想やリラクゼーション、スピリチュアルガイドの助けを借りながら内的な成長と外的な変化を受け入れ、共に成長することが求められます。この動画があなたのツインレイの旅に少しでも役立てば幸いです。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。またツインレイについての質問や経験があればコメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。